中津川駅にいます。渚行きの電車を待っています。普通も特急も1時間に1本ぐらいですね。誰も乗り込んできません。木曽川です。落合川駅です。無人駅だそうです。坂下駅です。足立駅に向かっています。直ちには直ちの滝があります。複数の滝を総称したもので、日本の滝100選に認定されています。駅からは車で30分ほどです。直ち駅を離れます。直ちの滝の大きな看板が見えますね。渚磯に近づいています。やっと渚磯です。ホテルのリムジンバスに渚磯駅まで迎えに来ていただくことになっているため、それまで時間は2時間半ほどしかありません。バスが来るまでに妻籠宿に行って戻ってこれるか試してみます。御殿は中山道69次のうち、江戸から数えて41番目の宿場です。長野県木曽郡渚磯町にあります。明治時代の大火で町並みが失われてしまいましたが、江戸時代には妻籠宿と並んで栄えた宿場町だったらしいです。SL 公園に少し立ち寄ります。デコイチさんです。通称デコイチ機関車は、1940年から30年間、木曽谷沿いを走っていましたが、国鉄の電化に伴って廃墟となったそうです。ではいよいよ中山道を歩いて妻籠宿に行ってみたいと思います。おそらく片道3キロ。ただ坂が何度も出てくるので、もっと長く感じることでしょうね。どんよりしていますが、日本はこういう天気もよくありますね。降ってないだけマシです。それでも緑は十分綺麗ですし、暑いですが空気が新鮮に感じます。カフェの雨中山道さんです。こちらは築150年の古民家で宿もされているそうです。めちゃめちゃ急いでます。山奥でリムジンバスに乗り遅れるのだけはしたくないです。トンボと目が合っています。兜観音です。妻籠に砦を築いた木曽義仲が北陸寺に出撃するとき、鬼門の守りに兜の前立ての観音像を外して、ここに祀ったのが兜観音の始まりらしいです。こちらには、義仲と巴のロマンスを伝える背のある赤松、袖振りの松がありましたが、台風により破損したため、水船に加工されて設置されています。奥に滝が見えます。さっきも少し小さめの石の石畳を見ましたが、これが旧中山道の石畳のようです。かわいいシダを幹が枝分かれしている部分に見つけました。上久保の一律花です。一律花は、慶長9年1604年から慶長17年1612年にかけて増築されたもので、江戸から数えて78里目の塚です。渚磯町内には4カ所ありましたが、原型をとどめているのはこの上久保のみだそうです。良寛の歌碑です。木曽路にてこの暮れの物悲しきに若草の妻呼び立てて竿しかなくもとあります。渚の林家住宅、藤原家住宅、妻籠の銀木犀などは
県の文化財だそうです。左側を行こうとしました。道しるべありがたいです。小さいキノコを見つけました。ヒメカバイロタケか、ヒナノヒガサのうちのどちらかかもしれません。ヒナノヒガサは毒があるらしく、触れません。妻子口止め板書跡です。ここに板書が17世紀半ばまで置かれ、中山道の旅人を調べたり、見張ったりしていました。妻子塾にたどり着けました。終わりだわ。妻子宿は1601年に中山道の宿として整えられました。中山道42番目の宿場になります。険しい山道だった馬込峠を通ることなく、馬車でも行ける新しい道、つまり現代の国道19号が1892年に完成し、妻子や馬込は錆びれていきました。しかし、昭和51年1976年に国の充電圏に選ばれ、今は江戸時代の街並みが再現されています。恋が岩です。かつて大きな鯉が空に向かって泳ぐ形をしていた岩です。その後、明治24年の野比大地震で形が変わってしまったそうです。渚駅に急いで戻ります。これらはやぶそ鉄かな？これはイノデモドキかも。紅シダ。これだけは合ってるかも。胞子をつける季節に刃の裏まで確認しないとシダの種類はわかりづらいですね。病館費まで戻ってきました。重要文化財保存地区の縦看板も過ぎます。これは谷宇津木かな？兜観音に戻ってきました。こちらが義仲が兜を置いて休んだという腰掛石です。とにかくでかい。押し高姫わらびでしょうか。SL 公園まで戻ってきました。送迎バスには間に合いそうです。なのでここで少し休みながら、三殿の自然を目で楽しもうと思います。すごく体力を使いますが、中山道、いつかまたチャレンジしたいです。最後までご指導ありがとうございました。